避難所の朝は、冷たい空気と、誰かのすすり泣く音で始まります。窓から差し込む光さえ、今の私たちには眩しすぎました。お父ちゃんは、あの日からずっと、布団に横たわったままです。大工仕事で汚れた、自慢の手、今は包帯に巻かれ、ピクリとも動きません。もう、わしのこの手じゃ、何も作れへんのや。ただ何も言わずに、お父ちゃんのそばに座っています。僕は段ボールの影から、そんな二人をじっと見つめていました。お父ちゃんが、あんなに小さく見えるなんて。壁に貼られた紙には、生きるための決まり事が並んでいます。泥にまみれた大工道具、お父ちゃんの誇りが眠っています。お母ちゃんが差し出す水さえ、お父ちゃんは拒んでしまいました。震える包帯の手、かつての力強さは、どこへ行ったのでしょう。お父ちゃんの背中が、震災の夜からずっと丸まったままです。僕は、お父ちゃんの手に、そっと僕の肉球を重ねました。周りの物音も、今は遠くの出来事のように聞こえます。お母ちゃんは、小さなタオルで、お父ちゃんの顔を拭きました。ごめんな、小麦。情けない親父で、本当にすまんな。僕は赤いスカーフを握りしめ、お父ちゃんの涙を見ていました。床に置かれたからのお皿、冷たい風が通り過ぎていきます。非常灯の下で、私たちはただ、身を寄せ合うしかありません。体育館の窓の外には、抜けるような5月の青空が広がっていました。あ、もう5月なんやね。外の世界は、あんなに輝いているのに。お母ちゃんは毎日、長い配給の列に並んでくれます。今日もらったおにぎりは、石のように冷たくて、小さかったです。この手が動けば、わしが、もっとうまいもんを食わせてやれるのに。誰かがくれたおもちゃのトラック、タイヤが一つ、外れていました。僕は、お父ちゃんの真似をして直そうとしてみました。でも、僕の小さな手では、どうにもなりませんでした。遠くで聞こえる子供たちの笑い声、ここは、静かすぎるがところでした。体育館の隅っこで、みんなじっと、春が過ぎるのを待っています。湿ったおせんべいをかじるお父ちゃん、目には光がありません。お父ちゃん、元気出して、僕が、なんとかするから。お母ちゃんは、お父ちゃんの背中を、何度も何度も撫でました。悔しいな。家族を支えなあかんのに、わしは何をしとるんや。古いテレビの中では、ゴールデンウィークの賑わいが流れています。避難所のみんな、うつろな目でその光景を見つめていました。お母ちゃんは、僕の目を覆いました。見なくてええよ、って。その夜、僕はどうしても眠れなくて、天井を見上げていました。隣で眠るお父ちゃんは、夢の中でも苦しそうに顔をしかめています。僕は、心の中で決めました。僕にできることを、探すんや。翌朝、ボランティアさんたちが、炊き出しの準備を始めました。お母ちゃんは、
何度も頭を下げて、少しの食材を分けてもらいました。いただいたのは、少しの野菜と、一握りのお米だけでした。体育館の片隅で、お母ちゃんが小さな火を灯しました。慣れない手つきでお母ちゃんは、お父ちゃんのために料理をします。鍋から立ち上る白い湯気、久しぶりに嗅ぐ、温かい匂いでした。お母ちゃんの額に汗がにじみます。一生懸命な愛の匂いです。出来上がったのは、サラサラとした透き通ったおじやでした。お父ちゃん、起きて、お母ちゃんが作った特製おじやだよ。お父ちゃんがふっと鼻を動かしました。命の匂いを感じたんです。お母ちゃんがスプーンで一口ずつ丁寧にお父ちゃんへ運びます。あったかいな、お母ちゃん。本当にありがとうな。お母ちゃんは涙をこらえて優しく微笑んでいました。それを見ていた僕も胸がいっぱいになって鼻の奥がツンとしました。最後の一滴まで飲み干したお父ちゃん、空っぽの器が輝いています。お父ちゃんの目にほんの少しだけ生きた光が戻ってきました。僕はお父ちゃんを笑顔にしたい、職人の魂を取り戻したい。僕は掲示板に行き、お手伝い募集の文字を必死に読みました。壊れたものを直します。そんな紙を僕は見つけたんです。よし、僕がやるんや。お父ちゃんの代わりに僕が職人になるんや。雨上がりの体育館の裏、そこには泥だらけになった廃材がありました。僕はお父ちゃんの重たい金槌を一生懸命に引きずりました。顔を真っ赤にして歯を食いしばって金槌はとても冷たかったです。捨てられた板、これに釘を打ってみたいんや。せーの、よいしょ。僕は力を振り絞って金槌を上げました。でも、釘に当てることさえできません。金槌が重すぎるんです。あいた、指を打ってしまって、僕はその場に飛び上がりました。痛くて涙が出たけれど、僕はもう一度金槌を握りしめました。打てば打つほど釘は曲がっていきます。僕の心も折れそうでした。大切な赤いスカーフも今は泥で真っ黒になってしまいました。お父ちゃんはいつも簡単にトントン打っていたのに。やっぱり僕じゃダメなのかな、お父ちゃんの代わりなんて。泥だらけの肉球を見つめ、僕は自分の無力さに気づかされました。僕は板に寄りかかって声を上げて泣きじゃくってしまいました。僕の涙が泥の中に溶けて消えていきました。虚しい雨の匂いです。そんな僕の姿をお父ちゃんが遠くから見ていました。お父ちゃんの包帯の手、その指先がわずかに動きました。すまんな、わしが不甲斐ないばかりにお前にこんな思いをさせて。お母ちゃんが駆け寄って僕の泥を丁寧に拭ってくれました。僕はお母ちゃんの温かい胸の中でひたすら泣き続けました。地面に転がった金槌、それは
お父ちゃんの誇りの形でした。こんなに重たいものを、お父ちゃんは毎日、振るっていたんやね。お母ちゃんは、僕の背中を、ずっと撫でてくれました。わしも、やらなあかん。この子のために、もう一度、立ち上がらなあかん。空がオレンジ色に染まり、長い影が泥の上に伸びていきました。その夜、空が割れたかのような、激しい暴風が体育館を叩きました。窓の外は真っ暗で、一寸先も見えない、不安な夜でした。みんなの寝息と、雨の音だけが、広い体育館に響き渡ります。私たちは、狭い段ボールの中で、心臓の音を重ねていました。僕は、お父ちゃんの包帯の手に、しがみついて眠りました。お父ちゃんは眠れず、ずっと天井の暗闇を見つめていました。稲光が、お父ちゃんの頬の涙を、白く照らし出しました。小麦とお母ちゃんは心配している。明日は、きっと良くなる。そうやな、お母ちゃん。雨音は激しさを増し、まるであの日の記憶を呼び覚ますようです。お父ちゃんは、僕の頭を撫でようとして、手を止めました。包帯が邪魔で、僕の毛並みを感じることができなかったんです。お父ちゃんは、誰にも悟られないように、静かに泣きました。お母ちゃんも、お父ちゃんに顔をうずめ、一緒に涙を流しました。この暗闇の中で、私たちは、言葉よりも深い絆で結ばれていました。震災の後で、一番悲しくて、そして一番暖かい夜でした。非常口の緑色の光が、私たちの道しるべのように見えました。ポツン、ポツンと、バケツに響く雨漏りの音が、時を刻みます。僕は寝言で、お父ちゃん、と、何度も呼びました。その声を聞いたお父ちゃん、目に、強い決意の火が灯りました。嵐の中でも、消えない光、家族という名の、小さな灯火です。お母ちゃんが、お父ちゃんを支え、二人で夜を越えました。夜が明ける頃、あれほど激しかった雨が、少しずつ弱まりました。世界が深い青に染まり、新しい一日の気配が忍び寄ります。嵐が去り、体育館には、清らかな静寂が訪れました。翌朝、同じ避難所のおばあちゃん猫が、私たちの元へやってきました。手に持っていたのは、震災で壊れてしまった古いオルゴールでした。大切な形見なのに、もう音が出なくなってしまったそうです。おばあさん、それ、わしに見せてみ。職人の目が戻っていました。小麦、このピンセットを持って、わしの言う通りに動かすんや。はい、お父ちゃん。僕は、お父ちゃんの、手、になりました。震えるお父ちゃんの声と、僕の小さな動き、二人三脚の修理です。お母ちゃんはランプを掲げ、私たちの手元を優しく照らしました。二匹の顔は、泥にまみれていた木の音は違う、職人の顔でした。内部の小さな歯車が、カチッと音を立てて、一つに噛み合いました。
小麦、ゆっくりネジを回すんや、お父ちゃんに促され、僕は回しました。すると、懐かしいメロディが体育館の空気に溶け出していきました。おばあちゃん猫がパッと顔を輝かせ、満面の笑みを浮かべました。わわわ、治ったな。小麦、お父ちゃんと僕、初めて笑い合いました。窓際のオルゴールが朝日に照らされて、キラキラと輝いています。力強い太陽の光、私たちの心にも朝日が差し込みました。私たちは段ボールで小さな鯉のぼりを作ることにしました。鯉のぼりには僕たちが笑っている3匹の似顔絵を描きました。お父ちゃんと協力して鯉のぼりを棒の先に結びつけました。そして体育館の窓から外の空へと高く掲げたんです。私たちが作った鯉のぼりが5月の風をいっぱいに受けて泳ぎました。空を泳ぐ本物の鯉のぼりと並んで、それは誇らしげに見えました。諦めへんぞ。手が動かんなら、心がつながっとれば、何でもできる。包帯が外れるその日まで、私たちは一歩ずつ歩いていこう。あの青い空へと続く道を家族みんなでどこまでも。ごめんね、小麦。情けない親父が愛する家族のために立ち上がるまで。